朝のラジオで2026年以降、0時18歳までの子供を対象に子供NISAの創設が検討されるようですが、子供の将来のメリットとデメリットは、これ子供の話ではないです。0歳のNISAにお金を入れるというのは、ほぼ 100% 親のお金です。もしくはおじいちゃんとかおばちゃんね。0歳の子供が子供NISA作ってくれよっていうわけないじゃん。親というのは父親も母親もNISAの枠というのを1800万ずつ使って3600万円の枠が埋まってしまいましたと。非課税枠が埋まってしまったんですけど、それ以上に非課税枠が欲しいという人が子供の枠を使うというのが子供NISAです。なので、これ何なのかというと、4人に1人が証券口座持ってるって言い方なんですけど、4人のうち3人日本人は証券口座持ってないんですよ。で、片方1800万、父母合わせて3600万。3600万円の金融資産を持ってる人っていうと、もう多分 10% 以下なんですよね。10% 以下の金融資産3600万円以上持ってる人を、非課税の枠をより増やして得をしてくださいね。っていうのが完全に金持ち優遇政策なんですよね。それよりも僕は投資するお金もない人たちというのがむしろ税金安くなる方がいいと思ってて、例えばその食品の税金安くしますとか、マイナンバーを使ってお米を安くしますっていう方が大事で、なんで金融資産3600万持ってる世帯に対してなんか税金非課税枠増やしてんのって意味わかんないんですよ。仮にじゃあ非課税枠が1800万円とかだとしたら、その1800万円に対して税金払わなくていいわけじゃないですか。でも貧乏人って5000円の米買ったら消費税 10% 払うんですよ。もう意味わかんなくね。貧乏人が米買うときは 10% の税金払うんだけど、金持ちが3600円以上投資したいっすって言ったら、あ、それ税金払わなくていいっすよみたいな。いやいや、むしろ多く払わせた方がいいよねって僕は思うんですけど、皆さんはそういう党に投票してるので、そういうことになってますよ。なので、金持ちが得をする国になってるってことですね。月に全世界インデックスに20万と SP500 に10万投資してます。15年でファイヤーできますか？できないと思います。ファイヤーできるかどうかって性格によるんですよね。例えばじゃあ15年で20万と10万だから年間に360万入れていて、10年で3600万だから1800万の5400万でいいのかな。5400万を元手にして、じゃあ利回りが 5% つきましたって言ってて、15年だとして7000、8000万ぐらい。仮にじゃあ1億いったとして、利回り 5% を維持とか無理だと思いますよ。今は円安傾向だったりするので SP500 に入れましたとかっていうので勝手に為替で増えてくるんですけど、言うてもやっぱり普通にやっていくと 2%、3% なんですよね。で、そうすると1億あったとしても、200万円とか300万円で暮らしますってことになって、年収200万、300万円で暮らすってできる人はできるんですけど、暇な時間があったらお金を使ってしまう人っていうのは結構いたりして、働いてる方が暇な時間少ないんですよね。さらにお金湧いてくるし。なので、ちゃんとファイヤーをきちんとやれていて楽しそうにしてる人って多分2人3人ぐらいしか知らないんですよね。大抵の人ね、働いちゃうんですよ。なので、そもそものそれができるだけの心の余裕とか生活に楽しさを持っているかどうかっていうのがないと難しいんじゃないかなと思います。今から15年はね、ある種その円安ブームだったんですよ。なのでアベノミクス以降はとりあえずは外貨に突っ込んどくとか、外貨系の証券とかに突っ込んどくと勝手に増えていくよねっていう、そんなに負けなしな構造だったんですけど、こっからはね、円安を止めなきゃいけないよねとか、あと日本の株も結局長期的にはどうなのっていうのがあるので、なかなか厳しいんじゃないかなと思いますけどね。来年から NISA が変わるので NISA を始めようと思うので、父に10万円借りようと思うんですが、父に NISA ではなく一般の株式投資にしろと言われます。理由は NISA に制限があるのと、投資を任せる仕組みだから勉強にならないから、儲からないから一般の投資ということらしいです。僕的には一般の投資でもそんなに利益ないし、NISA の制限を超えることはないと思うんですが、どうですか？チョキ30万入れる。どういう説明すればいいですか？それとも一般の投資の方がいいですか？まず、父親が頭が悪いというのをちゃんと気づいているのでよかったと思います。お父さんはちゃんと物事を調べる能力が足りてないです。ただ、お金貸してくれるので、それを指摘してもしょうがないので、なので、言われるようにするか、もしちゃんと聞かれたときは説明するようにしてください。まず、NISA は一般の株が買えます。NISA 口座で一般の株も買えるし、積立 NISA は積立の投資信託しか買えません。で、一般の NISA 口座であれば、一般的に売られている株はほとんど買えます。外国の証券とかは買えません。なので、一般の NISA 口座の方で、普通にじゃあ自分が買いたい株を買えばいいだけです。
で、その場合に儲かった時に税金が安くなります。一般口座で買うと、せっかく儲かったとしても30% とか税金払わなきゃいけないんですけど、それが払わなくてよくなるっていうのがあるので、30万円ぐらいしかないのであれば、NISA の一般口座枠で全て収まる金額なので、NISA の一般口座で買いたい株を買えばいいんじゃないかなと。20% でした？すいません、20%。はい。っていうのは、調べりゃどこにでも出てくるので、お父さんが調べる気ないんじゃないかなと思いますけど。あれ、外国株買えるの？買えるんだ。へえ、そうなんだ。あ、そっかそっか。外国の投資信託も買えるもんね。じゃあ普通に買えるんだ。じゃあ NISA で買えないものって信用取引できないぐらい。へえ。じゃあむしろ一般口座を作る人の方が少ないね。なので NISA で今の枠が来年からいくらになるのか落ちちゃったんですけど、積み立て NISA が確か120万円が6年とかで720万円か上限かな。一般 NISA の方が確か600万円が上限だと思うんですけど、金融資産で600万とか700万とか持ってる人ってほぼほぼ金持ちなんですよ。多分日本の人口の 5% ぐらいの人は600万とか700万以上投資してると思うんですけど、多分 95% 以上の人って NISA の枠内で十分な投資をしているので、一般の口座を作る必要ないと思うんですよね。なので、まずは NISA 口座でいろいろやればいいんじゃないかなと思います。昨今ネットオールドメア問わず日本には仮想敵のようなものが多する気がします。政治家、観光庁はまだしも高齢者、外国人、LGBTQ 発達障害、クマなどなど。クマって仮想敵じゃないでしょ。実在するでしょ。自身は実害を受ける可能性が低くても、何らら恩恵を受けている相手でも排除の対象と見るような風潮が強くなっている気がします。これって難しくあるでしょうか？日本に限らず世界中で起きていて、先進国の普通の人たちがずっと不安を抱えている状態なんですよね。給料は下がっている。物価は高い。でも将来的にそれがうまくいく見込みがない。で、それを何か別のものの理由なんだと言われると、自分は間違ったことをしているわけではないので、別のもの、政治だったり外国人の問題だと言われると、そうだよね。だって俺間違ったことしてないんだから、あいつらが悪いせいでこうなってるに違いないというふうに思って納得したい人というのが世の中にいっぱいいて、その結果、そういう人たちの不安感というのを利用して政治的勢力として使うっていうのが割と先進国どこでも起きてたりするので、先進国は基本的に不況です。発展途上国は今めちゃくちゃ経済成長してるんですよ。インターネット経由で物も売れるし、外国に対して安い労働力を輸出するだったり、安い労働力で物を作って売るっていうのもできたりするので、なのでそのインターネットとコンテナのおかげによって発展途上国っていうのはめちゃくちゃ儲かってるんですけど、先進国は逆にその安い商品がどんどん海外から入ってくるので、結果として例えばじゃあ今日本だとタオルを作って売るっていう仕事ってほとんどやれてないと思うんですよね。今治とかの高級なタオルが一部やれてるんですけど、ワイシャツですとかタオルですとかってユニクロの服とかでも日本で作ってるのもほとんどないと思うんですけど、っていう感じで物を作るというのは中国とかパキスタンとかバングラディッシュとかに作ってもらった方が安くなるよねという時代だったりするので、なのでこれがグローバル化の結果なんですけど、っていう形でずっと先進国がなってるので、この流れを止めることはできないんですよ。お金がないから海外の安いものを買います。海外の安いものを買うから日本国内でお金が回らないと。じゃあ日本国内で高いタオルを作ったとしても誰も買わないんですよ。だってタオルなんて別にダイソーとか行ったら100円とか200円で買えるでしょっていうのを、俺が手作りしたから2000円で買ってくださいって言ってもみんな買わないじゃないですか。なのでこれを止めることはそもそもできないんですよ。トランプ大統領みたいな感じでものすごい政治的権力があって石油が湧く国であればブロック経済という形でグローバル化をさせないというのは可能なんですけど、残念ながら日本の場合はブロック経済になった場合は没落していくんですよね。石油が出てこないから。なので日本はいかに海外に物を売るか、もしくは安く海外から買ってそれを加工して高く売るというグローバル経済のおかげで石油が買うことができるんですよ。でも他の国がじゃあグローバル経済やめようぜって言って、じゃあ日本の商品なんか買わねえよってなったら、日本は石油も買うこともできないし、肥料を買うこともできないので、まず食べ物を作ることができませんと。海外から食べ物知れなくなったら日本人ガチするしかないよねって。江戸時代に戻ればいいじゃんって言ってるんですけど、江戸時代の日本の人口が7000万人ぐらいで、だいたい7割が農民だったんですよね。なので人口の5000万人ぐらいが農民で、それ以外の人が2000万人という形であれば、日本は維持可能なんですけど、そういう国にする場合に日本人はだいたい6000万人ぐらい餓死することになるので、グローバル化を止めるというのは6000万人ぐらいが餓死する可能性あるよねっていうのが理解できてない人が多いんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。
今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。